開拓を始めてから半年が経った。思い出すといろんなことがあった。でもまだ外装が終わっただけ。今断熱材むき出しになっている天井に杉板を張っていきます。杉板相弱離加工というのがされているので、ただはめ込んでいき、その後釘打ち機で留めていきます。面積も少ないのでそんなに時間はかかんないと思ったんですけど、予想以上に進まなくてまた時間がかかっちゃいました。ロフトの天井なんて床もあるからそんなに大変じゃないと思うじゃないですか。でも、物にはちょうどいい距離っていうのがあるんですね。近すぎて全然身動きが取れないんです。そこ多分2メーターないから、そうだね。ちょっと一回測ってみて。それで、俺、そこまで測ってみて。あ、関係ないんだ。全部いっぺんにやっちゃうことになった。ここの幅だよね。そう。それから1枚2メートルの板は微妙に反ったり曲がったりしてて、片方はめると反対側が外れたりして、なかなか素直にはまってくれませんでした。ここに木を当てれば。ちょうどだね、今ね。降ってきちゃったね。あとは断熱材を張った時の教訓で、暑いと思ったんですよ。なので曇りの日を選んだんですけど、それでもめちゃくちゃ暑くてすごく体力消耗しました。これ厳しい。コースがね、こんなんできんの？俺が頭もこっちそっちすりゃいいんだ。こうすりゃいいんだ。こうじゃなきゃできない。そこ入ってない、入ってない。で、入ってない。ああ。分かった。そしたらこっちが抜ける。1枚はめるのに5分以上かかるのもあったりして、半日でここまでです。よかったね、雨ひどくなって。
広かったここでも結構疲れた。もうちょっと疲れた。今日はもうここ、あとここやってこっち終わり。の方が楽だったもん。ロフトの低いところをずっとしゃがみながら動くのすごい。午後は足場の上なので作業は少し楽でした。外壁張りの時の2000本のビス打ち以来、右の肩がおかしいっていうのは以前話したと思うんですけど、まだ治ってないんです。ちょっと力を入れすぎたりすると右の肩が緩むんです。疲労をためないように、全く何もしない日を作ったりしてるんですけど、なかなか治ってくれなくて困ってます。この間50代の友人にこのこと話したんですけど、似たようなもんだと言ってくれたんで、自分の体だけに起きてることじゃないんだなと思って少し安心しました。40代の頃は感じないけど50代は違うって、50代超えると1年ごとに体が違うって2人で意気投合してました。はい、終了。もう容量は分かってるのでさっさと終わらせます。そしていつものことなんですけど、慣れてきた頃には仕事が終わるんです。ああ、そっちからこっち5ミリ開いた。はい。ああ、横が。はい、押すよ。そしてまだまだ全然、はい、まだはいよ。杉のいい香りが広がって、これから気持ちよく過ごせそうです。だいぶ草が伸びてきたので久しぶりに草刈りです。こういう作業は朝一番の涼しい時間がいいですよね。1月の開拓の時に使って以来、草刈り機ほったらかしにしてました。火花は飛んでるようだったので、エンジンかかると思いましたが、
あ、漏れてきたね、なんか。キャブからガソリンが溢れてきたので、とりあえず分解です。ガソリン空にしないとダメか。適当に巻けばいいよね、広げればね。いいよ。それはなるべくね。天井の後はバスルームです。手始めに換気扇の穴を開けていきます。ただしセットで買ったわけではなく、適当に材料を集めただけなので、うまくいくか心配です。バスルームはシャワー室がタイル仕上げで、トイレは杉板仕上げになります。早く完成させたいものです。なんとかうまくいきました。おー、あ、すごい。すごい。うわ。